秘宝2023年7月20日木曜日。ディスコードでこんばんはと話しかけるが無視される。あれそんな感じ？いやいや、通常音声を走っているとき、ボイスチャンネルに参加したアイコンの縁の色が変化しますが、私のアイコンに変化は見えません。左が音が検知されていない今の状況。右は音を検知して縁が変化している正常状態です。これはテストです。これはテストです。これはテストです。OBS のマイクの音量ミキサーも反応していません。前回 Discord や OBS を使った時は正常でした。それがいつだったかというと、作業日誌を確認します。ミイラ男になる夢を見た。いやいや、そこじゃない。1年ぶりに 7days to die の配信にお邪魔する。これだ。2023年6月17日土曜日晴れ。あれから1ヶ月ほど経っていたのか。6月17日から7月20日の間に何かを変更したのか。思い出せません。とにかく今回のビデオは、マイクの音が出ないトラブルに遭遇した日記となります。M ブログ、MB サポートビデオブログ、マイクが Discord や OBS で使えないトラブル体験記。こんにちは、元 MB サポートの管理人です。私が Discord やビデオ編集、あるいは配信などで使用するマイクはダイナミックマイクです。マイクケーブルでミキサーに接続して、ミキサーを PC と USB 接続しています。ミキサーの電源を入れ、マイクのスイッチをオンにします。ミキサーのマイクのレベルを最大にして、メインミックスを最大にします。マイクに向かって声を発します。これはテストです。これはテストです。するとマイクのレベル表示が動いているので、正しくマイクが認識されていることがわかります。Discord でマイクの音が出ないときに確認するのはユーザー設定です。これをクリックします。左メニューの音声、ビデオをクリックします。マイクのトラブルなので入力デバイスを確認します。ここでのデフォルトとは、タスクバーのスピーカーアイコンを右クリックして、サウンドをクリックして表示されるサウンドコントロールパネルで指定する規定のデバイスになります。ステレオミニプラグの場合は、マザーボードやカードのサウンド機能を規定にすればいいでしょう。ドライバーベリンガ USB WDM オーディオ 2.8.40 が私の環境ではベリンガ 950 USB ミキサーになります。このアイコンや名称は環境により異なります。アイコンや名称は任意で変更できます。サウンドコントロールパネルで頻繁に規定のデバイスを切り替える場合はデフォルトで問題ありませんが、問題を解決しやすいようにここではベリンガ USB WDM オーディオ 2.8.40 を指定します。右の出力デバイスも同じ仕組みですが、ミキサーから音を聞きたい場合はミキサーのドライバーを、マザーボードやカードのサウンド機能から音を聞きたい場合は、そのドライバーを指定します。私の環境ではオンボードのリアルテックオーディオを指定します。マイクテストで確認しましょうボタンをクリックしてマイクに向かって話します。これはテストです。これはテストです。しかし、インジケーターは動きません。正しく動作している場合はインジケーターが動きます。これはテストです。これはテストです。Windows で確認する場合は Windows ボタンをクリック、設定をクリック、システムをクリック、サウンドをクリックします。ここで出力デバイスと入力デバイスを設定できます。プルダウンメニューにデバイスを表示するには、サウンドデバイスを管理するをクリックします。私は使用しないデバイスを無効にしています。各デバイスを右クリックすると、有効無効を切り替えられます。私の使用しているミキサーのドライバーが指定されていますが、マイクに向かって話してもインジケーターが動きません。これはテストです。これはテストです。正常であればインジケーターが動きます。これはテストです。これはテストです。これはテストです。OBS の場合は設定ボタンをクリックして、左の音声をクリックします。マイク音声を確認します。ここでの規定とは Discord のデフォルトと同じです。ここではベリンガー USB WDM オーディオ 2.8.40 を指定します。Windows の設定で切り替えたい場合は Discord で説明したのと同じです。この状態でマイクに向かって話した結果、OBS のマイクのインジケーターに反応がありませんでした。正常であるならばインジケーターが動きます。オーディオの詳細プロパティをクリックしてマイクを確認するとアクティブとあるもののバランスが操作不能になっています。
まるでマイクが認識されていないようです。デバイスマネージャーで確認します。スタートボタンにカーソルを移動して右クリックします。デバイスマネージャーをクリックします。サウンド、ビデオ及びゲームコントローラーをダブルクリックします。ベリンガーミキサーが認識されていますね。ユニバーサルシリアルバスコントローラーをダブルクリックします。ベリンガーミキサーが認識されていますね。問題はなさそうですよね。過去のビデオ M ブログ20配信中にマイクがミュートになる問題で紹介しましたが、USB ケーブルの故障問題に悩まされたので、今回も新しい USB ケーブルに変更しました。しかし、マイクの音は認識されませんでした。確認できるところは全て確認したと思います。いずれもデバイスを認識しているように思えます。しかし、アプリケーションがデバイスを認識していないという奇妙な状態です。最後の神頼みで、ドライバーのアンインストールとインストールを実行します。このデバイスのドライバーは正規代理店にあります。URL をビデオの概要欄に掲載します。オーディオ MIDI ドライバーをクリックします。ゼニキス U コントロール用 64bit USB ASIO オーディオドライバーをクリックします。ダウンロードが完了したら、フォルダを開くをクリックします。右クリックしてすべて展開をクリックします。展開ボタンをクリックします。するとダウンロードフォルダに展開されます。ベリンガー 2902X642.8.40 フォルダにある SetUp.exe をダブルクリックします。なお、拡張子 .exe は表示されないかもしれません。その場合は種類、アプリケーションで判断してください。ユーザーアカウント制御が表示されたら、はいボタンをクリックします。日本語を選択して OK ボタンをクリックします。USB オーディオアンインストールボタンをクリックします。アンインストール作業が終了したら再起動ボタンをクリックします。PC が再起動したら再びダウンロードフォルダを開き、展開したフォルダ内にある SetUp.exe をダブルクリックします。日本語を選択して OK ボタンをクリックします。USB オーディオインストールボタンをクリックします。ミキサーの電源を入れる必要はありませんが、もし画面のようにインストールが進まない場合は、USB 接続に問題があるかもしれません。USB ケーブルを変更するか、ミキサーの USB ケーブルを差し直してください。問題がなければインストールが完了します。再起動ボタンをクリックします。再起動の後、再びサウンドコントロールパネルの再生タブでスピーカーをマザーボードのサウンド機能に変更、録音で規定のデバイスを変更します。さらに Discord や OBS の設定を再確認します。しかし今回はこれでも治りませんでした。もう私には理解できないと判断しました。新しいミキサーを検討し始めたところ、これが一時的に在庫切れ、入荷時期は未定です。ミキサーを買い替える決断をするために、ミキサー本体に問題があるのか確認します。サウンドコントロールパネルの録音タブでミキサーをダブルクリックします。聞くタブをクリックして、このデバイスを聞くをクリックしてチェックを入れ、適用ボタンをクリックします。マイクに向かって話します。すると声が聞こえました。OBS で確認するとディスクトップ音声としてマイクの音声が聞こえます。設定を戻します。つまりミキサーが壊れているわけではなさそうです。そして Windows に付属するボイスレコーダーを起動したところ、設定からマイクを設定する必要がありますと表示されました。この指摘が曖昧でして、設定プライバシーマイクと表示されれば分かったのですが、初心者の私には分かりませんでした。その後、14年前の PC にミキサーを接続して OBS で確認すると、問題なくマイクが認識されていました。以上のことから何かしらの設定を変更してしまったことが分かりました。設定画面を片っ端から確認すると、まずはプライバシーをクリックします。左メニューのマイクをクリックします。アプリがマイクにアクセスできるようにするをオンにしました。すると Discord と OBS でマイクが使用可能になりました。前回みんなとゲームで遊んだのが1ヶ月前なので、その間にアプリがマイクにアクセスできるようにするをオフに変更したことになります。おそらく何かしらのアプリケーションを開いたとき、マイクの使用を許可するかブロックするかを頻繁に聞かれて、それが面倒でオフにしたのだと思います。私が考えていたアプリとは Windows 8で追加されたスマートフォンみたいな共通アプリで Discord や OBS のようなディスクトップアプリケーションとは関係ないと思っていました。
というのも設定画面で下にスクロールすると、ディスクトップアプリケーションの制御もオンオフでき、いわゆるアプリとは区別されているのがわかります。しかし、アプリがマイクにアクセスできるようにするをオフにすると、ディスクトップアプリがマイクにアクセスできるようにするも、連動してオフになることがわかりました。これが今回のトラブルの原因です。確かにデバイスマネージャーやサウンドの規定のデバイスとして設定、あるいはディスクトップアプリケーションの設定でさえ、ミキサーのドライバーが認識されていました。なのにディスクトップアプリケーションのマイクが使用できないのが消せませんでした。Windows にアプリが追加されたことで、マイク関係のトラブルで確認する項目が増えたことになります。まあ自動でオフにならないので、私だけの問題かと思われます。ディスクトップアプリケーションでマイクを使用する場合は、アプリがマイクにアクセスできるようにするをオンにする必要があります。アプリごとにオフにできるので、基本はオンになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。MB サポートでした。新しい PC を自作してから実験的に怪しいアプリケーションをインストールすることもなくなり、なかなかトラブルに遭遇しなくなりました。そんな中でミキサーに関するトラブルだけ2本もビデオを作成してしまいました。よかったら初期不良で USB ケーブルに問題があったビデオもご視聴ください。